クシンチャンネル始まるよ。はい、おはようございます。新しい企画始まります。これからね、車両を取りに行こうと思ってるんですが、あいにくのこの天気ですね。しんどいです。はい、行き先もね、雪がある方なのでね。じゃあ行ってくるよ、ブーブー。はい、じゃあね、レンタカーをお借りしましたよ。これで行ってみたいと思い、あ、マニュアルだ。はい、高速道路で行くことにしました。はい、引き取り完了してまいりました。半端ねえな。やっぱ山形半端ないっす。はい、というわけで自宅に帰ってまいりました。すごい壊れてる。ここロールバー曲がってるん。雪で家が倒壊して物置その中にあったらしいの。そうなんだよね。で、タイヤがさ、ボディに干渉してんだ。これってなんでなんだろうね。どうやって下ろそうかな。こっちは干渉してないんだな。これなんでなんだろうね。よいしょ。こんな感じです。今ね、ちょっと雪かぶってて、これでレバーは固着してないんだわ。これなんだ。これはなんだ。そうこれマックス4っていう車ですね。可愛いでしょ。でもなんかね愛嬌がある顔してるよね。そうなんだよ。ちょっと雪がさすごくてさ、ここにエンジンあるんだ。なんかでもエンジンもちょっと曲がってる感じがするな。これカバー反対だね。あ、違う、これでいいのか。カバー反対向きか。カバー反対向きだよね。足が曲がってるんだよ。足が曲がってんのか、それとももうホイールも曲がってるよね。どういう構造なんだろうな。リジットなのかな。全くわかんないね。ちょっとこの雪を溶かしてみないとわかんないな。そんなに難しい構造じゃないとは思うんだけどね。なんか空気が、こっち側は多分空気が入ってないんだよね。パコパコって言ってるから。こっち側も空気は入ってないんだな。少し入ってるな。空気入れれば起きてくるかな。あ、すいません。現時点で、何もわかりません。分かってることは水陸両用車であるってことと、4人乗りだということですね。今ね、1キロぐらい空気入れたんだけど、空気は入った。タイヤは生きてるんだけど、ボディとの干渉はそのままだし、ハの字もそのままだね。これは足が曲がってるのかな。これはフレーム修正をしないとダメかな。見るとボディに当たってるね。ボディがずれてんのかもしんないな。どうしようかな。こっちかな。とりあえずあそこの隙間に置いとくか。
こら辺に置いとくか。うん。ね。車が動きます。ご注意ください。バックします。ご注意ください。バックします。ご注意ください。やっぱこっから見ると車全体がこう斜めってるのがわかるよね。上から潰された衝撃で折れてんのかもしんないね。とりあえず下ろせたけど厳しいね。こっちのタイヤ転がってたよね。でこの後からすると多分このなんかジグモの巣の位置が変わってないんだよね。ということはこれが転がってないんだ。うん。だからこのタイヤを外せば転がるんじゃないかでしょ。でここ直結じゃないはずなんだ。これハンドルないから右と戦車と一緒でこっちのアクセルとこっちのアクセルみたいな感じのはずだから、そう考えればここをタイヤ外せばシャフトぐるんぐるん回るかもしれないから、そしたら移動できるかもしれないね。これテールランプだったんだろうな。ウェッジ級だわ。これはゴムとかはさ、ほら柔らかいんだよね。これバッテリーだろうな。エンジンだよね。構造自体は絶対そんな難しい構造なわけないんだよね。ただ全体的にやっぱりリベットで止まってるからこれはちょっと大変だな。ねえ、この雪をどかしてまず構造も見たいよね。これとかもなんだかわかんないよね。これはサイドブレーキっぽい。ほらこれここロックするやつだ。違うのかな、緊急ブレーキなのかな。こっちとかにも何か埋まってるかもしれないね。チェーンは錆びてるしでももしかしてそんなに悪くないのかもしれない。そのフレーム曲がり、足回りが曲がりだよね。それとそのボディがどのぐらい曲がって、このロールバーをまず外してみて、ライト割れてるわ。ライトは交換しようね。かわいいよねフロントの足は大丈夫だな。空気を入れたら良くなった。こっちはやっぱちょっと干渉してるから、ここも何なんだろうな。この船状になってるところが、ここが歪んじゃってんのが、このロールバーが曲がってるからかもしれないね。これ外したらもしかして元に戻るかもしれないな。どうなってんのかな。シートベルトついてるわ。あ、使える使えるじゃん。おえへへエンジンもちょっと気になるからね、ちょっと次回見てみたいと思います。どう1年ぐらいかかりそうじゃない、これ直すのね治るのかな今まで史上最大の挑戦になるかと思います。タイヤとかもさ、ちょっと買いたいよね。これだよね。26X、216×12.00 の12インチだ。これタイヤあるのかな。水かきにもなるはずなんだよね。ここはコーキングなんだな。このコーキング取れてるところもあるから。で、このエンジンフードは、これ、マグナムっていうエンジンなんだけど、なんかさ、曲がってるよね。曲がってるけど、フレームが曲がってんのか、
シャフトが曲がってんのか、エンジンにも被害があったのか、ちょっとそこら辺はわからないな。ここら辺もちょっと一回、やっぱ裸にしないと、裸にしないとわからないかもしれないね。裸にして曲がってる部分とか、これキャブレターなんだけどさ。あ、スロットルは、あれ意外とスロットルのワイヤーが新しいね。凝ってるから。バルブが。このエンジンはマグナムコラー20っていうエンジンだね。別にこれじゃなくてもいいんだもんね。ちょっとここら辺も見てみよう。下にはデファレンシャルみたいなのがあるんだね。クラッチなのかな。多分ね、幸運期とか多分ね、構造的には多分これに近いんだと思う。こっちのレバー握るとこっちに曲がってみたいな、こっちのレバー握るとこっちに曲がってみたいな構造に近いんじゃないかなって思います。ボロボロだな、ほんとボロボロだな。これ多分カバーはね、カバーはこうだ。マフラーの穴こうだね。これでこれがこうついてたんだ、きっと。こうだ。このパイプはなんだ？あ、これはイースか。また近所の人に笑われちゃうな。よしよし。よし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 。よしよし。直してやる。お前を絶対に直してやるぞ。お前を絶対に直してやる。というわけで、しばらくやっていきたいと思います。多分インチだ。インチだね。あったかな。あったね。インチあったね。よかったね。ハーレーやってたからインチあるね。あ、これだ。これ何 ?16 分の9。買わなくてはよかったわ。買わなくてはよかったな。これもインチだな。これしかないから、インチ工具。これは違うな。ちょっと買い足さないといけないかもしれないですね。で、今日やることは、ロールバーとタイヤを外して転がるかどうかだよね。それから、転がったら中の雪を溶かして車の状態を詳しく見ていきたいと思います。アストロ行ってラスペネとか、なんかラスペネいいよって教えてもらったから、ラスペネとかをちょっと買っていきましょう。結構テンションかかってんな。よし、全部のネジを外したから、これで取れるんじゃないかな。あ、取れそうだ。よいしょ。
取れた。いけるか。いけ。再利用は難しいよね。これは使えるか。作り直しだよね。全部曲がってんもんね。自分で作った方がいいよね。で、軽くなったぞ。こっちの、タイヤの隙間に関しては変わらないか。私の予想ではこのタイヤだけ外せば転がるんじゃないかな。もっと簡単に。思いっきり引っ張んなくても。輪止めかかってる。浮いた。じっとなんだよね。これがやっぱ固着してんだね。これ抜けるか。空気抜いて抜くか。結構入ってる。しとれた。やっぱり引っかかってるか。取れてこい。取れた。さ、めっちゃ軽い。めっちゃ軽い。これ浮き輪なんだね。すげえ軽い。ポンポン。超絶軽いんだけど。これが曲がってんだと思うんだよ。ジャッキ下ろしてもタイヤ6個あるから多分大丈夫。とりあえず何をするにもこれをここにこう持ってきたいよね。こうね、部分が出られなくなる。501は出られなくなっちゃう。ここにこう持ってきたい。頭ここに入ってもいいからね。こう灯油配達のおじさんが来るからさ。で、昨日ね、夜いろいろ調べた。これがアクセル。ほら。わかる？これアクセルなんだ。このレバーをこう引くと、こっちがこうなって固定されるんだよ。現在の状態が多分ニュートラル。これがニュートラルで、加速するときはこれをこうギュッて握るんだわ。今はちょっとワイヤーが刺ってないから、戻らないけど、これがアクセルなんだよ。で、これはブレーキ。両方引くとロックインブレーキで、こっちだけ引くと右側のブレーキ。こっち側が引くと左側のブレーキなの。だから、前進してて、こうね、右側のブレーキをギュッと引くと、右のタイヤが止まるから左に展開するんだ、こう。で、逆に、こう走ってる状態で左のレバーを引いて、左側だけ、こっちだけロックすると、ここを起点にこっちに曲がるんだよね。多分ね、こういう構造だわ。だから、そこにこう持ってきたいんだったら、右側をロックさせて、後ろから引っ張れば、ここを支点に、こういう風に回るんじゃないかな。こうね、こういう風に回るんじゃないかなって思うんだよね。思うだけね。よし、やってみようか。
うまくいったもうちょっとそっちにをつけたいな。手で持ち上がらないかな。紐外したらさ、向き変わったわ。じゃあちょっと雪をどけて様子を見よう。よしと、よしと。ほうほう。なんだろう、ここに。手が冷たいね。よし、ちょっと水で流そう。すげえアースケーブルがついてる。見えない。水が溜まった後どっか、あへへ、おお、ドレンがあるじゃんビルジある。めっちゃ水溜まっちったな。持ち上げっか。こっちもなんか詰まってる。ツンツン。へへへ。まあ絶対水入ってくるから、まあこういう構造じゃないとダメだもんね。なるほどね。これ上からこう落ちてきたから、このエンジンの台座が、見て、曲がってんだ。ほら、ぐにゃっとね。だからエンジンが斜めになってて、ここに重しかぶったから、これ、インマニが割れてんのよ。で、インマニが割れて、これバルブなんだけど、ガソリンが入るところの中が錆びてるんだよね。マフラーも折れてる。だからエンジンこれ多分使えないっすよってのはそういうことだね。ヘッド開けて、このバルブの中動きを見て、これインマニを、これはさ何でもいいはずなんだよね。そこが直せれば使えるかもしれない。これは燃料だね。で、燃料タンクとかがないんだよね。プラグはついてて、だから電装系はこの中入ってんだ。あとクランクが回るかどうかだね。これ遠心クラッチだ。だからここの K の軸が合うものがあればエンジンを確かに乗せ替えてもいいんだ。これ修理するよね。ただしこれ20馬力もあるんだよね。排気量がなんぼなんだろう。 700cc とかあんのかな。かなりね大きいエンジンが積んであるから、これもったいないっちゃもったいないね。これバッテリーの線だね。ここはここになんで当たってんのかをちょっと考えて、なんでここが落ちちゃってんのかな。ここは曲がってるから、このボディの取り付け位置が多分変わっちゃってんだよね。あ、そう、ここも回ったね。回ってるから、
ここまっすぐのシャフトを作れればいいんだね。鉄工所とかに持ってってまっすぐにしてくださいって言えばいいのか。ここのネジは取れたんだけど、こっちのネジはね、もう取れないんだね。で、この遠心クラッチ外れないかな。こういう構造になってるんだ。6でもない。7でもない。このサイズの工具が持ってないな。後でアストロで買ってこよう。よし。これで理論上は外れる。このベルトをうまくかわせれば外れるはず。よし。来た。うわ、重てえ。もう一人じゃ無理だな。ちょっと力持ちがいないと上がらないな。さすがに重たいね。エンジンね、軽自動車のエンジン並みの排気量だからね。部品を外せば軽くなるのかも。台座付きだからね。使い古しのテントのカバーぴったりだ。これで紐で縛っとけばなんだかわかんないな。はい、エンジン降りました。一人でね、降ろせなくて手伝ってもらいました。二人いれば持てるな。ちょっと台座に乗っかってると邪魔だから。エンジンの台座は5キロぐらいだね。重い。取れた。エンジンをちょっと開けてみて、クランクが回るかどうかをやってみたいと思います。オイルは入ってることが分かったんだ。ひっくり返しちゃったらね、出てきちゃったからね。で、このアメリカでは結構メジャーなエンジンっぽくて、ネットを見てたら日本のサイトはないのね。日本のこれをいじってる YouTube とかはなかったんだけど、アメリカのね YouTube 見たらかなりで情報がありました。で、ちょっとした書類もダウンロードできたので、もしかしたらいけるかも。これがインテークマニフォールドで、キャブレターですね。ワルボロって書いてます。よし。このインチのネジもダメなやつは交換しなきゃいけないから、買わないといけないですね。汚れてんだ。取れた。うわっ、水が入ってる。当たり前か。そうだ、水が入ってるのは当たり前。これが多分吸気インテークだ。で、中にバルブが見えてるの分かりますか？これバルブですね。で、こっちが吸気だから排気の穴があるかもね。もしかしてミリ。うわ、ミリだ。このね、配線もようわからんのよ。これ色塗ってあるよね、これ。ねえ。このカバーを開けてみよう。いいや。これでいいや。しゃあね。これセルモーターだね。ギュイーンって出てきて回るやつだ。プラグ抜いてみようか。こ
これは16ってやつですね。取れた。こっちはすんなり抜けた。これもう終わってんのか、エンジン。どうなんだ。びくともしないわ。回るぞ。おお、回った。水出てくる。水出てくる。なんでプラグホールから水出てくるんだ。はい、エンジン降りましたので、ちょっとね、セルモーター動くかやってみたいと思います。配線つないでと。おお、動いた。おお、出てくるね。出てきて噛み合うけど、クランクはちょっとやっぱ硬いんだな。出てくるし回るね。ただ中錆びてるかもしれないからっていうね。ちょっとこのセルとこのフライホイールのちょっとクリアランスも少し調整した方がいいかもしれないね。なんか私あと回るんだけどちょっと硬いから、回るわ。回る。いけるかも。いろいろ突っ込んどこう。プラグホールからとかも。今度は入らないね。これなんで空回りするんだろうな。もうとりあえずなんかいけそうじゃねねえ、いけそうな気がしてきた。うん。オッケーオッケー。ここね、折れてんのネジ。ちょっと、とりあえずクランクは回ったんだけど、このインマニを掘らないとなと思って、折れてるネジを抜きたい。これはね、エキストラクターっていうことで、折れ込んだネジを抜くやつ、逆回転させてって、このネジを抜くってやつですね。うわー、回ったよ。怖え。怖えなあ。簡単に回ったわ。で、問題はここ。レンチが入らない。ちょっと、曲がれ。よし。よし、オッケー。後で成形しないといけないよね。これも大変だなあ。よし、とりあえずマフラー外れたわ。
排気バルブ、ガスケットが取れました。ガスケット使えそう。排気バルブ。ラスペにしとこう。ネジを折ってしまってね、どうしようか。エキストラクターを折って中に入れてしまって、エキストラクターをエキストラクトしなきゃいけないことで、もう頭がもう悩んでいます。どうしよう。まあいいや。でね、そうそう。前回エンジンを下ろしてから、その構造についてね、皆さんに公開してなかったなと思うので、ご紹介していきたいと思います。エンジンを駆動をどういう風に伝えるかってことなんですけど、これが多分遠心クラッチになっています。で、ここがぐるぐる回るんだよね。で、現在のところ付着していないので回ります。くるくるね。くるくる回って、ここにね、ベルトがかかります。で、これがね、このベルト。太いよね。状態はね、まだ使えそう。で、これがね、ここにかかってる。で、ここにかかって、これが回ります。こう。ね。で、なんと、ちょっと壊れてる。ちょっと壊れてて、軸がちょっとだけ歪んでるかもしれない。でも、回るから多分大丈夫。ベルトがかかってるもんだから、回れば多分いいんだよね。で、これ回るでしょ。押し引きで動くようになりました。短いレバーあるでしょ。これがこっち側、奥に行ってる場合は、奥の方に押してる場合は、動かしたと、こう動かしても、これ回らないんだ。これと繋がってないんだよね。このレバーを、ぐっと手前に引いてやると、よいしょ、こう奥にすると、こういう風に動くの。ぐる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 って。このレバーが、クラッチみたいなもんだよね。ギア入れます、抜きますみたいなね。で、このレバーを引くと、こう引くと、ここの、これレバーが引っ張らさって、多分ブレーキがかかる。こういう仕組みだと思う。で、これがアクセル。で、農機具のエンジンだからアクセルは一定なんだよね。ほぼ全開で。そういう風な構造になっています。これ、燃料ホースで、ここに繋がってる。ここにね、どうやら多分燃料タンクがあったんだ。で、燃料タンクはない。燃料タンクはない。だから燃料タンクはつかなきゃいけない。で、ポンプなんだけど、ポンプはこれっぽい。機械式の多分燃料ポンプだよね。ギアの回転で、燃料を吸うような感じのポンプになっていると思います。だんだん分かってきた。で、ここに配線類がね、ついていて、ちょっとこれがね、またどれがどれなんだかね、わからないんだよね。で、ここにリレーがあって、多分どっかが繋がってるんだ。ちょっとここら辺の知識もないから、詳しい人にちょっと聞いたら、プラスとバッテリーの線とかが繋がってて、ここがスイッチの線になってるんじゃないかなっていう風にね、教えてもらいました。で、メインのハーネスがこの裏に来てるんだけども、キーシリンダーがないんだよ。これはヘッドライトの線だと思う。ヘッドライトの線で、ここにヘッドライトあるんだよね。で、これがそっち側のヘッドライトの線だと思うんだけど、見たらね、こっちは
何もないから、こっちは変えないといけないね。うん。そうなってる。そんな感じになってます。で、キーシリンダーがないので、これね、Amazon で買いました。車外のキーシリンダーだね。こうなるでしょ。セル対応。いろいろこう配線あるんで、まあ必要な分だけつなげばいいかなっていう感じ。で、あと、こう、キュキュン、キュキュン、キュ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 ンって、これチョークだね。うん。こんな感じですね。だんだん見えてきたよ。でね、これチェーンがさ、いっぱいついてるじゃん。ここが動輪になる。こっからエンジンからの駆動がこう伝わって、で、ここが回るんだ。で、このチェーンが回って、一番後輪のチェーンが回って、次が真ん中の軸に、だよね。ここが真ん中の軸。で、ここが回る。で、そっからフロントのところにまたチェーンがかかっていて、チェーンが回る感じだよね。で、これは多分ね、こう、錆びてるけど、サイドブレーキ的な、多分役割をするんだね。緊急のサイドブレーキ的な感じだよね。っていうのが、だんだんね、分かってきました。で、この曲がってる軸をなんとか外して直さなきゃいけないんだよね。ね、この曲がってるじゃん。曲がってる軸ね。予想なんだけど、ちょっと見えにくいんだけど、ここにね、ボルトがあるんだ。このボルトを抜いて、ここのボルト、回るかな。抜けばね、外れるんじゃないかなと思うんだ。そしたらこれをちょっと分解して直してみたいと思います。これ自分でできるかどうかわかんないな。ちょっと、ね、誰かに頼んでもいいかもしれない。一応ね、プレスキーをね、いただいてきたので、プレスとダイヤルゲージ使って、それで直せたら直したいなと。これだけ部品が変えたらいいんだけどね。今後のために油さしておこう。ちょこちょこ刺しとけばそのうち取れるかもしれない。ここにベアリングとシールが入ってる。これなんだろうな。これ抜けんのかな。その他の部分は固着してないし、もうすでに手で押せば動く感じになってんの、一人で。で、ここはね、相変わらず当たってんだよね。このボディをちょっと直さないといけないんだよね。なんだが、この中にね、フレームは入ってないんだ。ここには。鉄のフレームは、その下だけなの。これは、ただ単純に、この樹脂パーツについてるだけだよね。ちょっとこの、台座とかは曲がってるから、これもしかしたらこの鉄の台座外せば、フレーム元に戻るかもしれないね。ちょっとやってみようか。タイヤを外さないとボディは、これは外れないか。で、こっちのタイヤもさ、だいぶこうなってるでしょ。ハの字になってるんだけど、あ、ちょっと変わった？あ、ちょっと変わったね。曲がってんだな。だね。一番後ろのシャフトも曲がってるんだな。ただ動くっちゃ動く。とりあえず動くっちゃ動く。だからこっちのシャフトもこのぐらいまでの歪みまで戻せれば動かせるかもしれないな。まあもちろんすげえ完璧に直すことがいいんだけど、そこまでいけるかどうかはわからないからね。来た。フロントタイヤはほぼ当たってないから、2番目と3番目が当たってんだよね。ここ外してね、ここの台座の下に、このぐらい厚みのあるものをこう入れて、ネジで、ちょっと長いネジで止めてあげれば、ここが上がるわけだから、そうするとここのボディをこう持ち上げてくれるよね。もしかしたら持ち上がるかもしれないな。なんか書いてある。
ユース ATF タイプデクスロン2って書いてありますね。種類わかんねえな。なんかゴルフボールがありますね。ダメですね。これはゴルフを愛する者への冒涜ですね。いけません。ブリヂストンツアーステージですね。あ、使えそうですね。なるほど。こういう仕組みなのか。分かってきたぞ。はい、というわけで次回はね、ちょっとここのフレームを上げてみて、タイヤ外してね、で果たして干渉が取れるかどうかっていうのをちょっとやっていきたいと思います。これも取りたいんだけど取れないんだよね、構造的に。これ外さないとね。曲がってるけどいいよね。ここだけさ、なんか直す方法ないかな。なんか厚くして曲げれば曲がるかな。ここだけ細くなってるからさ、ちょっとあれだよね。ベルト外れちゃうかもしれないもんね。このフレームを持ち上げる作業をね、やっていきたいと思います。これでタイヤの干渉がなくなれば、一つ前進ってとこかな。まだいっぱいさ、ひん曲がってるところいっぱいあるから大変なんだけど、全部剥がしてボデー修正みたいなやつはちょっと難しいんだよね。個人では。とりあえずこの現状なんだから、乗れればいい、走れればいい、楽しければ、ね、とりあえずこの走る、動くというところをね、まず中心に直していければなと思っています。まずはそこからだね。そこから動くようになって走れるようになったら、またさらにね、もう少しいろいろ部品とかも探して、作業していくうちに、知識とかこういう部品とかも手に入るとかっていうことあったりすると思うんだよね。そしたらその時に考えてみよう。一気にね、いろいろ調べてもちょっとまだまだ情報が足りないからさ、いろいろ出てこないからさ。これ覚えられないんだ、まだ。このインチ工具もさ、これじゃね、何分の何歩だよ。よいしょ。で、よし。結構テンションかかってたね、こいつ。このミリ工具だとなんとなくさ、こうパッと見わかるんだよね。なんぼみたいな。それがわからない分手間がかかる。すごい。関係なかったこと判明。ただのシートベルトを止める棒でした。入んないとかない。大丈夫だった。入るぐらいの干渉だからね。取り出しが全くできないぐらいの干渉ではない。シャフトも曲がってっかもしんないよね、ここもね。はい、こちらですね。鉄を買ってきました。鉄の板。これ椅子のその部分の高さを調整しようかと思って、イオンでね、この鉄の板をね、2本買ってまいりましたよ。はい、ここの長さ測ります。40センチ。余ったのは溶接の練習用に使おう。
これで、ここがこう、ほら、浮くんだよ。浮き上がらせて、ネジで止めればボディがこう持ち上がってくるんじゃないのかなって思うんだよね。閉めるとさ、結構邪魔なんだよね。作業するのにも。ここ外しちゃおうか。見た感じ、この鉄骨には曲がりはないね。ここがちょっと曲がってるな。さっき作った鉄骨を、ここに、こう、とりあえず仮にね。ここがほら、浮くでしょ？この状態でこの鉄骨とフレームってボディね。ボディをこう、ギュッとくっつければ、このボディがこう持ち上がってくるんじゃないかな。回を重ねるごとに、いろんなところがこうネジが取れやすくなってくるんですね。そしたら、よいしょっと。角度が変わっちゃってるから、これなかなか入んねえんだ。よしと。どうだ？当たってないわー。解消できたー。当たってない。人にも影響はないな。わずかな1センチ、8ミリぐらいだけど、8ミリぐらいだけど、大丈夫だね。もっとこう、スーと動くようになるかと思ったら、なかなかそうはいかないよね。まあ、車もそうだもんね。必ず抵抗。チェーンは確実に回ってるからね。あんまりこっち高くするとさ、こっちネジが入んないんだよね。とりあえずこのぐらいにしとこうか。ほんとはここだけこう、曲げて持ち上げれたら完璧なんだよな。で、この厚さであれば、こっち側、穴はまだズレは少々なのね。こっちも穴はズレ少々だから、ちょっと無理してネジ入れれば、ちゃんと4箇所止まってくれると思います。で、もしかしたらこのプラスチックのボディ、こうやって持ち上げとけば、だんだん修正になるかもしんないよね。この、ずーっとこうやって落ちた状態で、こう、ポジション取ってたのが、少し上げてあげたおかげでボディ全体がこういう風に上がってくれる可能性もあるんだよね。引っ張らさ今上から引っ張ってるような状態だから、これずーっと持ち上げとけば少しいいかもしれないので、ちょっと考えたんだけど、これにさ、これ外してこうジャッキかけてそこを持ち上げてこうグーッと曲げたらいいかもしれないね。あれ、ボール板欲しいな。よしった。オッケー。両方に穴開けましたね。穴開けるのに30分ぐらいかかっちゃった。まあよし、組んでいこう。はい、インチのね、ボールと手に入んないから、ミリにね、変更していきます。さて、この厚みのある板を入れるんだが、その状態でネジを入れられるかな。よっしゃ、入ったぞー。
これでクリアランスを微妙だけど確保した。ここ締めてった時にこれやっぱちょっと曲がるんだね。これね、下にぐーっとちょっと曲がってるような気もする。結構このボディが硬いんだね。あんまり厚くしすぎるとさ、今度ネジが入んなくなるからあれなんだけど、これで干渉は収まる。ボディ剥がしてみよっかね。えここくっつけなきゃいけないもんね。ここはねネジで止まってるんだな。あとはここはリベットだね。そう、リベットも注文しないといけない。あ、前回これつけちゃったけど、これついてると取れないな。もう一回外してかな行ったり来たりの作業だね。うん、ボディ外した方がいろいろやりやすいもんね。それでね、プラスチック溶接みたいなのを買ってきてるので、ここちょっと元に戻したらこう貼っつけてしまいたいかなとも思っています。ではね、やっていきたいと思います。なんかいる。全部ネジたちに潤滑剤ですね。これをこう吹きつけていきます。はい、ここはね、この大きめリベットで止まっているので、この頭をね揉んでやれば抜けるはず。取れた。こうやって取れます。とね、ここがこうやって浮くんだよね。こうね、浮いた。うん。よし、次はここね、回るかな。上が回っちゃうんだよね、こういう風にね。まず1本外して様子を見よう。緩まねえし。ああ。なあ、これは困った。見て、ここにね、こういう六角みたいなのがついてるんだよね。ああ、もっと細い。ああ、ここ曲がった。ありがてえ。よいしょ。こういうやつなんだよね。見える？ここがさ、四角形になってんだ。だから8より下、6とかだよね。7とか6あれば少し救出できるかな。で、上がさ、こういう風に四角く切ってあるんだよね。だからこれ実は回しちゃうともう使えないから、違う方法を考えなきゃいけなくなるんだ。結構な厚いんだな、黒いやつが。まず取れるところを取ってって、取れないところはちょっと何か方法を考えるのと、次回は普通のボルトナットだな。このぐらい出てくれればね、頭このぐらい出てくれればレンチかけれるので。よし、取れた。よし、取れた。
溶接したらいいんじゃない？うん。こうね。たらここ押さえれるから回せるかも。うわ、難しいな。プラスチック溶けるかな？いかねえ。あー、やべ、やりすぎた。これで取れてくれると嬉しいんだけどな。プラスチックボディ来たんじゃね？来た。取れたけど被害が大きいな。まあただこの方法は使える。精度を上げればいい。一発目の溶接がちょっと下手くそだったもんな。あ、でもこれやれば取れるんだ。あと1本です。結局ね、グラインダーでやっぱ切り落とすのが早い。取れた。あー、取れた。あー、全部取れた。2時間かかりました。よしと、やれ溶接機やらグラインダーやらね、なんやかんや、焦げてるとことか溶けてるところはもう苦労の後ですよ。あやー、取れた。これでボディ取れるはず。ヘッドライトを先に外しといた方がいいか、割れないようにね。なんだが一応外す時等に割れないように飛散防止のテープを貼っておこう。飛散防止。取れるでしょうか。こんなところにネジがある。一番小さいのは32分の11ってやつなんだよね。これあれ、すごく手強くてやめました。ボディ外してからの方がさ、外しやすいかもしれないね。よし。ステンレスだから回るだろう。大丈夫だ。多分この棒はここ多分ロックするやつだから、これはスクリーンかホロの一部だと思う。よし、これで俺全然取れないぞ。あれこれで脱げる予定なんだけどな。うわ、取れた。ベッドのとこが外さないといけないんだ。うわ、よし、オッケー。よいしょよいしょ。よし、取れたぞー。そして割れているのはここだ。船だよね。うん。だんだん部品が取れるとしょぼくなってくるな。
こんなもんですよ。ただね、ここは分厚い。厚みがすごい。3ミリ4ミリあるんじゃないかな。ここはね、ウレタンが貼ってある。あ、でここに1本残ってて、でここが割れてるんだな。よし、いろいろ見えてきたぞ。抜けそうだね。これプラスチックをくっつけるための道具です。このバンパーとかをくっつける、自動車のバンパーなんか樹脂のパーツが割れた時にくっつけるやつで、でここにね、こういうのをめっちゃ絡まってんだけど、こう差し込むと、これがね熱くなって、これをニューって押してやると、これでくっつい、こうパカって割れてたのをギュッてやって、これギューって押し付けると周りのプラスチックが溶けて、でこれでこのままこれをこうピュって抜くと、こういう風にねくっつくみたいで、この出っ張ったところをちょんと切るとなんか直せるっていう代物ですね。ちょっとこれを買ってみました。でこっちはまあパッと見ハンダゴテなんだけど、ここにこのねアタッチメントを差し込んで、これでこう撫でるとプラスチックが溶けて、でここ例えばこう撫でるとここの両方のプラスチックが溶けて、でくっつくっていうようなものらしいです。そういうのを買ってみたので、この2つでここのね割れているところをくっつけていきたいと思います。というわけで、今日はここをやっていきます。やったことないからドキドキだけど、これも楽しみでねやっていきたいと思います。かなり激しく割れてるからさ、これ一発ではいかないんじゃないかな。2人いるといいんだけどね。押さえながらやるのしんどいよね。一番この距離の短いとこからやっていこうか。これで、あ、電気ついてる。お、これでくっつくかな。押さえてんのがしんどいぜ。こっちは熱いんだよね、ここね。よいしょ。力を入れすぎるとこんなんでいいか。力入れてもしょうがないんだよね。お離れたけどついたぞ。よいしょ。ここ補強、こんな感じでいいかな。あ、いいね。よしと、ここもいいかな。あ、ちょっと1個じゃ弱いんだな。まあひん曲がってるだろうからね。このままかな。これ LED ついててほら使いやすいよ。だいぶ歪んじゃってんだよね。ちょっと削ろっか。よし、いいかな。いいね。よし、そしたらここもフランケンしていきます。
ハンダゴテタイプの溶接もしてみようか。これは PE に、プロ。これは PVC だって。これは PP と。何これ。これ何？ PVC ではなさそう。P か PP かだよね。調べよう。なんとなくだけど PP じゃないかなと思います。自動車のバンパーとか PP ってやつだよね。家にもハンダゴテあったんだけど、このローとかハイとかなかったからさ。まだかな。なんか煙出てきたよ。大丈夫かな。癖。最初だからかな。この煙吸ったらやばいような気がする。こうやるだけでも、でもあれだね。くっついてはいくよね。なぞるだけでも、お隣のプラスチックがこう溶けて、こうくっついていくんだね。ちょっと難しいな。あ、初めてうまくいった。塗りつける。こういう穴だよね。穴開いてるところに、こう、うまくこう溶かしていきたいんだよ。おー、埋まった。穴埋まったぞ。ほら。穴埋まりましたね。ただあれだね。これ1日ぐらいかかりそうだね。まあ悪くはないけど、ちょっとあれだね。綺麗さと手間っていうことを考えると、フランケンした後にエポキシでこうね、持ってった方が、エポキシ樹脂でこうニューンと穴を埋めてった方が早いような気がするな。悪くはないけどね。まあ家に1本あってもいいし、ハンダゴテとしても使えるから、そこら辺はいいけど、ちょっと微妙かな。カエルがひっくり返ってます。ひっくり返る。ここもこうやってフランケンかな。ここだよね。うわーっとやりすぎたかも。薄いのだ。このぐらいにしとくか。で、しっかり押さえておかないとダメだね。冷えるまで。こっちもあれだよね。後からエポキシとかで上下からこうしっかり止めてやった方がいいよね。逆に寒いからさ、固まるのが早くていいね。溶けるのに時間かかるけど。キープ。どうせつむじつまは合わないね。暗くなってきちゃったから、今日の作業は間もなく終了にします。この上にカバーかけると、ここトゲトゲだからさ、危ないんだよね。このトゲトゲはグラインダーではい、というわけで、これでね、とりあえずくっつけました。フランケンしました。あと、ここら辺はなんか、持っておこう。エポキシとかで盛ろう。ちょっとそうね。
で、今回こっちもね、くっついて、あとちょっとここら辺も削って、止めていきたいと思います。意外とこのフランケンがね、結構使えるっていうことが判明しました。だけどコテがね、ちょっと難しかったね。なのでちょっと、まあ YouTube とか見たらもうちょっといい案が出てるのかもしれないな。はい、そしたらね、少しね、増やしました。めっちゃ増やしました。うん。こっちも1、2、3、4、5、6、7、8、9、20個ぐらい増強しました。ここも割れてたので、ここも打ちました。ね。うん。この隙間はね、とりあえずこのエポキシですね。強靭にして柔軟な強い接着性がある、信頼性のあるって書いてあるんで、まあ、セメダインさんなのでね、弾性があるやつね。はい。これを塗ったぐっていこうかなと思ってます。塗ったぐってね。まあ、エポキシ系のこういうのって本当に役に立って、化学変化なので寒くてもいけるしね。とりあえず3分の1ぐらい出そうか。よいしょっと。雨降ってきそうなんですよね。こんなもんかな。で、寝るねは、へへへへ。寝れば寝るほど。でね。寝って A 剤と B 剤ね。をかき混ぜて、よいしょ、この隙間にね、埋めるように。コーキングでもよかったかもね。コーキングだとね、プラスチックとプラスチックをこうくっつける力は多分ないでしょうから、そういう意味ではエポキシの方が良さそうじゃねということで、安いしね。垂れちゃった。よし、これでいいのではないかな。こっち側は、こっちも、まあ一応せっかくだから塗っておこう。はい、というわけで、こんな感じでね、全部埋めてみました。いいね。うん。こっちもとりあえず全部埋めた感じかな。うん、これひっくり返して外からもやらないといけないね、こっち側はね。でこっち側もですね。ここのクラックもタイヤ外した時にこっち側からこうやってってもいいかもしれないね。うん。ちょっとね、このままやると多分タイヤに垂れてしまったりとかするんで、タイヤ外した時の方がいいですね。乾くのを待ちたいと思うんですが、ちょっと雨雲が心配なんだよね。乾燥時間40分って書いてたから、ちょっと40分雨が持ってくれれば、うん。カバーかけておけるんだけど、このままカバーかけたらさ、カバーくっついちゃうからさ、完璧に乾くまでカバーかけられないってことにさ、今気がついたんだよね。もう天気のいい日にやればよかったな。うん、とりあえず今回はそのボディをくっつけましたというところね。まあいいでしょ、ほら。なんか、今白い線が入ってるけど、白い線多分透明になると思う。透明になったらさ、壊れてたの分かんないぐらいまではくっついたと思います。ね。ホチキスみたいなので貼ったから強度もバッチリだと思います。ここまでくっつけました。なんかさ、垂れて黄色くなってんだけど、なんで紫外線弱いの？で、これ、透明にならないんだね。うん。かっこ悪いね。うん。かっこ悪いね。透明になると思ってた。こっちもね、透明になると思ってたらね、透明にならないんだね。しかも垂れてくっついてもう取れないっていうね。これもぐにゃぐにゃだから直していきたいですね。多分この金網みたいなのがひん曲がっちゃってんだよね。うん。一旦外して叩いて、もう一回リベットで止めればいいのかな。ちょっと変わったリベットだね。これどういうリベットなんだろうね。円になってるリベットだわ。これね、
ワッシャーが入ってんのかな、アルミの素材のところにね。よいしょと。で、外れたやつはこんな風になってんだ。ちょっとこっからワッシャーを外すのは厳しいよね。長いんだな。そしてここ厚みがあるから結構長いものが使われてるんだ。よし、オッケー。あ、ここもちょっとこうひん曲がっちゃってるよね。こういう癖がついちゃってんだな。よいしょ。随分派手に曲がってるよね。トントントン。日野の2トン。トン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 。オッケー。この要領からすると、ここの潰れてるところはひっくり返して叩けばいけそうだね。これか。長さもあるんだよね。これに多分ナットを入れて止めれば多分ぴったりのワッシャーがないな。これでいいか。こっちの方が良さそうですね。で、ここにこうワッシャー入れて、これでよいしょっと。ほら、これこういうリベットだったんだね。4つに割れるね。あ、ブラインドリベット PL タイプってやつだね。これ多分キャンピングカーにソーラーパネルつけるときに使ったんだ。FRP のところにリベット打つのに、こう広がるやつで、これでつけたんだね。その時の余りだわ。思い出した。よし。よしと。よし。いいね。ほら、上はだいぶいいよね。ちょっとこう、歪んでるけど、いいんじゃない？よいしょ。こちらはね、ヒートガンという道具になります。これでこれいいじゃないねえ。ほらほら。ほら、だいぶいいっしょ。いいっしょ、いいっしょ。ここね。ここが出っ張ってるんだよ。
うわ、来た来た。OK。はい。いいでしょ。なんかいいよね。なんかいいよね。で、あとここに金網を張ればいいよね。そしたらここ強化にもなるしね。よし。まあこの位置だな。片手でやるの難しいな。よしと。OK。ここはいけそうだ、簡単に。よし。OK。よしと。OK。よし、6つつきましたね。なんかワッシャー入れなくてもよかった気が。PL タイプのこのリベットが今後もこう修理していく上では非常にいいなということが分かりましたね。よいしょ。ほら、いいでしょねえ、なんか色塗っときたくなるよね。色塗ろうか。せっかく綺麗にしたからさ。はい、こちらシャーシコートブラックを吹いていきたいと思います。でね、非常に寒いのでめっちゃお湯につけて温めておきました。少し乾いてきたのでね、剥がしていきましょう。雪積もってきちゃった。手につけるの構わない。
敗してるとこあるな。あ、失敗してるとこがある。よいしょっと。はい、というわけで、ボディはね、まだまだできてないんだけど、どうですか？手が黒くてかっこ悪いね。いいよね。あ、ちょっとここ塗り足りなかったな。後で塗っておこう。ね、金網は立派になって、で、黒く塗ったから、なんかこの分だけでもシャキッとしたんじゃないかな。このシャフト抜けないかね、挑戦してみたいと思います。ここにね、ボルトがあるので、これを取ればいいだろうと思ってます。工具入るかな。チェーンを外さなくても、抜けそうだな。よしと。ここね、このネジを抜いていきます。次。ここにね、芋ネジが入ってますね。はい、これを回していきます。長さ足りるか。あ、OK だ。お、来た。よし。こんなんですね。芋。これをぐるっと回すと、そう、ここにね、ポンチを入れるところがあるね。ちょっと緩んだかな。実は同じように、これ、あるんだよね。よし、ここも簡単に回ったぞ。で、もうあれだね、手で回るから引っ張れば抜けるかもしれないな。さすがに手で引っ張ったら抜けないか。よいしょっと。抜けねえか。抜けねえか。さすがラスペネ漬けにしてたから、あ、簡単に回るじゃん。よし、オッケー、取れた。あ、これは取れた。これなんでグリスニップルなんだね。この中はグリスが満たされるようにできてるんだ。これをここに溶接して引っ張ってみようと思います。よし。ああ、センターからずれてるか。
じゃあちょっとこのスライディングハンマーでね。あー、ダメか。はい、でかいの用意したんでね、これで回ってくれたらいいんだけどな。抜けなかったらこのまま戻すしかないよね。方法考えないといけないよね。質量が3倍になりました。いくよ。変わらねえか。おー、来たー、抜けた。やっぱ持つべきものは道具だね。固着してたね、ここだね。やっぱ効いてるね、潤滑剤。錆び落とし用のアタッチメントに交換しましょう。とりあえず一回シャフトをきれいにする。ここ支点に曲がってんだけど、ベアリング抜けるかな。こっちから抜けるかな。じゃーん、赤いプレス機。よし、これで直していきたいと思います。いただきました。ありがとうございます。多分こうだな。で、こうですね。ちょっと曲げたら、これ出てきましたよ。ベアリング取れるかも。シャフトですね。どうですか？だいたいまっすぐになりました。プレスでね、ギュッギュッってやってきました。ただ、ベアリングがね、回るんだけど、ちょっと渋いのね。で、油ちょっと拭いといたんだけど、正直変わんないな。シャフト径が31ぐらい30？ これもインチなのか、違うな。32とかですね。31.8 とかかな。ベアリングの外径が62で、厚みが42、32の62の42。回るっちゃ回るけど結構硬いんだよね。
3ミリ以上あるもんね。3.3 あるもんね。こっち2ないもんね。この辺も変わってるから、やっぱこれも変えるんなら欲しいな。変えるのかな。ちょっとモノタロウを調べていきます。このベアリングがやっぱちょっと日本で手に入んないのかなと思ってます。同じやつね。UC206 っていうタイプの1の4分の1で外径 62mm で、アメリカの ATV のサイト、この MAX のサイトとかだと取れる、買える、ネットで買えるんだけど、果たして日本に送ってくれるかどうかっていうのがちょっとただいま調査中です。でNTN さん、 NTN ベアリング作ってるメーカーねのサイトから地元のそのベアリングを取り扱ってる機械工作屋さんに問い合わせたんですが、やっぱちょっと取れないということだったんですよ。まず個人ではちょっと取れないっていうこともあって、なかなかね、モノタロウとかミスミでも同じのはなくて困っております。で、アマゾンとかからも買えるんだけど、注文で1ヶ月ぐらいかかって値段がね13,000円とかになって、ちょっと微妙だよねっていう風に思ってます。多分実際の値段はね2,000円とかそんなもんだと思うんだよね。2,000-3,000円ぐらいだと思うんだよね。ベアリングのローラー、中は錆びてないね。大丈夫だ。でとりあえず交換はするんだけど、一旦つけときましょう。じゃないとタイヤつけられないからね。よし。でこのベアリングが水止めになってる。これがこうぴったりくっついて、で水が入らないようになってるっていう構造です。だから適当なベアリングだと、ここの面がここが合わないと水が入ってくるんだよね。本来多分もしかしたらここコーキングしてから入れるのかもしれない。にここね、内側のベアリングがあります。こっちはいいね。こっちの状態は悪くない。穴があるでしょ。これがこのシャフトのここに穴が開いてるんだけど、そこに合うでネジを入れるっていう構造です。ここにねチェーンテンショナーがあります。これを緩めましょう。よいしょと。よし、ここ穴があったのでボルト入れます。このシャフトが入らないとタイヤを回せないんだよね。貫通が入ったので、あとは締めます。はい、見えるかな。
この通りね、閉まりました。これで OK。で、これさ、なんかあるのかな、場所。まあ、いいか。おお、来たんじゃね。したらいいねか。で、クリアランスも OK。多分なんだけど、これ 114.3 の5欠っぽいんだよね。はい、どうですか、つきましたね。ちょっとハの字になってるっぽいけど、シャフトは結構まっすぐだからね。いいよね。ね当たってないよね。うわ、いいね。相変わらず渋いけどね、動きは。うん。オッケー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 。こっちがこうなってるのが気になる。ちょっとそのうち直そう。直し方は分かった。うん。またちょっと外してプレスだね。ただそのベアリングの問題があるから、うかつに外せないよね。うん。そうなんだよね。外したりするときベアリング壊しちゃったりすると、二度と取れないからね。まあちょっとこっちのベアリングに関しては、交換前提でやっていきたいと思います。こっちもバッチリ刺さってるし、芋ネジも止めたからいいね。メイン課題のね、一つであったこのシャフトの曲がり、これを今回修正することに成功しました。どうでしょう、折り曲がってネジ切れてる、 3D に壊れてる。切るしかないな。抜けスポだ。あ、切れた。すげえ、すげえ、3D に曲がってる。すごいね。最初にかかった力と2回目にかかった力が違うんだね。ネジを入れるにも、まっすぐ入らないよね。あ、ちなみにアルミ鋳物です。こっちから見ればまっすぐだから。うん。
ちなみにここの部品はね、ある。ここの部品はある。めっちゃいろいろ漏れそうだな。ちぎり取れてるんだからしょうがないよね。ぴったりはやっぱりさ、ちょっと難しいんだ。完璧はね。なので、とりあえずくっつくということと、でインテークマニホールドなので、こうキャブレターから空気が入っガソリンと混合気、ガソリンとね、燃料の、混ざったやつが入ってくるんですが、それが、こう吸い込んだ時に余計なとこから空気が入ってこなければ、ですっごい熱を持つとかっていう部品でもないので、ちゃんと塞がってればいいんだよね。空気の流れが。でそれ自体はパテでも溶接でも、コーキングでも何でもいいんだよね。今日はね、綺麗に折れたんだね。こっからね。よし、こんな感じね。eBay で売ってたんだ。9000円ぐらいで。なんだけど、なんか送料とかいろいろかけると15000円ぐらいになる。ね。水入ってる。でも、フロートはちゃんと動くね。そんなに汚くない。これ多分メインジェットだろうな。燃料はここから入っていくのか。熱3つで外れそう。取れた。これはチョークだね。これはただのあれなんだね。なんていうか。エアクリーナーがつくと。特にノズル等もない。ここも貫通してるわ。大丈夫だ。せっかくだからキャブクリーナーしとこう。あるからね。多分このガソリンカスとかを溶かす力が強いんだと思うので。OK。多分ね、キャブレターは大丈夫だな。何が基準にって言われると難しいけど、見た感じ大丈夫そうです。エアクリーナーがないから、ここが41って感じだね。バイク用とかでもいいんで、キノコ型でもいいので買ってつけようと思います。で、ガスケットもとりあえず生きてると。よし、OK です。ちょっと汚いから、掃除しておこう。エンジンやっていきましょう。まだね、どうしようかな。もうここにボルトをスタッドボルトを上に溶接してやろうかなとも思ってます。取れないもん、もう。ネジをね、ちょっと加工して、溶接してみるように。
細く切ったので、細い細いで溶接して、このボルトの太さにあと削っていけばここ入る予定。これはあとこの変な空気が入らないようここきれいにしないといけないんだよね。雑な感じになっちゃいましたけど、とりあえずある程度平らになりました。そして棒はしっかり溶接されています。あとはね、こう虹エアを吸わなければいいので、液体パッキンですねをいっぱい持ってガスケットをいっぱい持ってくっつければいいんじゃないかなと思いますだってできないもん。はい、こんな感じねなんとか形になってるっぽいでしょこれあとキャブレターここに来るからね。そもそも点火するのかな、これとイグナイターだけだから。はい、それでね、当たり前だけどガスケットがないんだよ。なのでガスケットを作んなきゃいけないので、これを外してね、型を取ります。よしと。OK。綺麗に取れたね。これがガスケット。インテークと、アウターも一緒だね。はい、今回ね、これをくっつけるんです。こういうところを修正するんですけども、液体ガスケットね。これでシールをして、で、このクイックスチールね。これで固めてしまおうと思います。使ったことある人いると思うんですけど、かなりがっちり固まります。だよね。エポキシ粘土みたいなやつです。アルミのなんかロー付けとかも考えたんだけど、やったことないから余計なことはしない方がいい。アストロプロダクトで買ってきました。この断面を、このちょっと粘土のある液体ガスケットで、びっちりくっつけちゃって、で、外側を、で、最悪、漏れたらって、その、虹エアをね、どっかから空気を吸うことがあれば、その時はまた、外からね、塗ってやるという感じです。それでいいんじゃないかな。よいしょ。明日まで固定だね。よいしょ。で、内側も綺麗じゃないな。けど、しっかりニュッと出てきた断面をなだらかにしておきましょう。次こっちはね、ここにクラックが入ってるんで、液体ガスケットを押し込みたい。断面に塗っていきましょう。直して使おうということは多分本来はないんで、ニュッと。
はい、一回塗って固めて、もう一回塗って1日置きました。だいぶいいよね。ちょっとボロボロ取れるからけど、まあ、ガスケットだからね。でこれからこのクイックスチールね、クイックスチール塗っていきたいと思います。ちょっと削ろう。このまま多分上からクイックスチール持ってもシリコンの上に盛る感じになるので、多分取れるでしょう。というわけで、よいしょ。やっと雪かき終わったんで、もう寒い。今日も最高気温はマイナスです。明日からちょっと暖かくなるらしいから、本格的な作業は明日やりたいんだけど、明日作業するために今日持っときたいんだよね。今日持っておけば明日から作業に移れるからさ。乾く時間がっていうのとかがやっぱり作業をする上でその日のうちにできないっていうのはね、ちょっとデメリットなんだよね。よいしょっと。一応1時間では乾くとかは書いてんだけど、実際はやっぱりね、20時間1日やっぱ乾かさないとダメだよね。スチールやっていきます。エポキシパテだよね。で、鉄粉が入ったエポキシパテで、もう超強力です。二重構造になっててね、こう練ると固まるってやつなんだよね。よいしょ。切ってね。でこれね、手につくとなかなか大変。1日2日ね、なんか手がネバネバしたまんまですっごい気持ち悪くなるから、手袋した方がいいね。結構ね、硬いんだよね。これだね。後で削ることもできるから少し大きめに。手袋にくっつきすぎちゃうでコーキングでのところをさらにこの継ぎ目なくこのクイックスチールで覆うことで二重でさカバーできるかなって思うんだよね。でここはネジを入れて、でこういう風にこういう風に持ってさ、で止めれるように作んないといけないよね。ここにネジを入れるための、後で平らに削ろう。こっちもだいぶ硬くなってきたね。だと安心感が出てくるな。少し待ってちょっと補強を入れたいと思います。はい、2時間ぐらい経ちましたね。ほら硬いでしょ。パテだったのがさ、まあ完璧ではないんだと思うんだけど、だいぶ良くなりました。なのでここまで来ればちょっとこうあじゃらに扱っても大丈夫だから、もう少しこういう塗装とかここら辺入って、でちょっと仕上げしましょう。インマギをね今作ってます。で、乾燥中まずねこれがマフラーのネジです。
と錆びてるからゴシゴシしとこう。ラスペネ高いからさ、こういう作業は、違うやつにします。ラスペネいいんだけどね、高いわ。なんか、プロって書いてあるやつ。これも良さそう。これはね、1000円ぐらい。普通の556はさ、300円ぐらいで買えるから、それに比べるとちょっと高いんだよね。クレ556はさ、イオンが安くてさ、大容量タイプでさ、300円ぐらいなんだよね。うん。皆さんもこう、クレ556を買うときは、イオンで買いましょう。宣伝。イオンってさ、なんであれなのかな、なんで撮影できないんだろうね。買い物中の様子とかね。マフラーなんだけど、めちゃ曲がってるでしょ。めちゃ曲がってるし、めちゃ曲がってるし、めちゃ割れてる。うん。ここは、誰かが溶接してつなげたんだね。これをちょっと修正していきたいんだが、一回ちょっと装着してだよね。で、ここにこれがこうはまるはずなんだよね。うん。で、ここにこれをはめるともう全然つかないわけ。うん。そもそもつかないわけ。こっちに合わせてこっちを曲げるか、こっちに合わせてこっちを曲げるかなんだよね。ここ自体ももともと曲がってるのかどうかわからない。ここのステーにつけられるようにしないと固定できないから、やっぱちょっと一本ずつ固定して曲げてを繰り返しだね。これで、えい。えい。これはダメだ。これはダメだ。うわーね。うわー。あ、別になんてことねえな。あ、さっきの潤滑剤か。ここ合わせて、なんかスペーサーみたいなのが欲しいな。でもいいかな。あ、取れちゃった。取れちゃったよ。プレスでね、圧かけることにしたので、すぐつける。ここと、とりあえずこっちの2つの歪みを一回取ろう。難しいな。難しいな。どうだ。いいね。だいぶ平らになったな。うん。このぐらいだったら
ガスケットでなんとかなるね。うん。OK。この角度。こっちじゃないのか。こっちの方がいいのか。このぐらいの距離でここ切って、ここからまっすぐパイプつけてやったらいいかな。この位置ぐらいから、ここにパイプをこう出した方がいいよね。で、こっちはこっからこうステーをつけて、で、固定できるようにしよう。うん。28とかだね。うん。はい。ここにね、合いそうな、ね、水道管。これ水道管。多分、水道管って、インチなんだよね。うん。というわけで、多分1インチ、1と何分の何ぼっていうので、多分同じぐらいのパイ数のものを買ってきたので、ザキさんのとこでもいいか、別に。放熱できる。厚みが、やっぱりでもこっちの方が厚いんだよね、多分ね。中だけ使おうか。切ろうか。だいたいまっすぐ切れましたね。このぐらい動くからね、ちょっとね。このぐらいでいいか。こんなんできました。こんなんできましたってなんだっけこっち切らないとダメだよね。よいしょっと。これでどうかな。うん。結構ギリギリだね。多分マフラーの出口変わっちゃうんだ。高さがね。うん。それはしょうがない。ここもともとなんか切って溶接してるんで、また切って、下なり、右なり、上なりに調整しよう。うん。しょうがない、しょうがない。直せないもん。そっち結局根本的に曲がってっからさ。全部直すのはちょっと無理。あー、泣く。これ邪魔なんだよね。切っちゃおうか。回ってる気がするな。よいしょ、取れた。ラッキー。ネジ曲がってんね。お、良いのではないか。ずっとこうお、いいね。ちょっとワッシャーが1個入んないところがあるけど、ちょっとそこ手直しすれば、はい、マフラー止まりました。
ついにね、それぞれの部品が全て完成したので、いよいよエンジンを組んでいくことにしましょう。どれぐらいの厚み買えばいいのか分かんないから、かなり厚いガムみたいに厚いやつ買ってきたよ。ノンアス、アスはない。柔らかいじゃん。柔らかい。ちょっとまあままあまあだな。よし、まあ大体切り終わりました。ポンチ欲しいよね。何ミリだっけ？インチなんだよね。8だな。8ミリ入るやつ欲しい。ここまでできたら、この穴をポンチで打っていきます。ハンマー。やりすぎるとガスケットが破ける。一発で抜くぐらいだといいかもね。したら買ってきました。よいしょ。あらら。溶接に自信がないんでね。よし、塗っておけば少しいいんじゃないでしょうか。いやー、オイルストーン今回もないんだよね。どこ行ったのかな。やれてるんですが、近所のホームセンターではやっぱり手に入んない。で、頭もこの通り削れてるんで、本当新しいのに変えたいですね。ちょっと曲がってんのかもしんないな。こっちは大丈夫か。このぐらいまでは大丈夫だな。うん、大丈夫そうだね。お、ここら辺ね、少し隠れる部分は事前に掃除しておきましょう。
つけていこう。一応塗っているだけです一応塗っているだけです。塗らない方がいいんじゃないか説も。たくさん塗布しないとダメだな。ボコボコだからね、結構。なるべく丁寧に平らにしようという意思はあったものの、できてるとは言えない。よーし。でマフラーの方もこういう風にね、でマフラーも本当はガスケットのところにガンガム塗ってからやればいいんだけど、これマフラーさあれなんだよね、このベルトをさ通す都合があるから最後につけたいと思うんで、最後に固定します。これでだいたいこれでいいかなと。とりあえずこれでいいかな。排気漏れすると思うけど、今回はこれでよし。今回はこれでよしとします。仮止めでよしとします。こっちはもう外さないからちゃんとつけました。ポンプ返さないで一回ガソリンを送るシステムを作ろうと思うので、これちょっと一回外しといて。エアクリーナー準備してなかったわエアクリーナー準備してなかった。でこれなんだっけこれなんだっけ。ガソリンはこれで入れようと思います。とりあえずこっちの車両にガソリンタンクもなかったので、エンジン始動用にねストレートで買ってきました。ここになんかレバーあるからさ、シュッてやればガソリンが入ってきて、上から点滴みたいにエンジンに自然落下で入れれる優れもの。これがこことここだ。シュクシュクでアクセルを引っ張るのはここだね。バネがついてるんだよね。そうこうかな。でここについてるんだね。こうだね。でこれをこのバネ意味ねえよもうこれじゃ。これで前閉なんだよね。で開けていくとこう開けるんだよ。でもこれじゃ元に戻らない。外国の YouTube を見てここのスロットルの仕組みがどうなっているかちょっと確認してみたいと思います。アクセル一定で使うもんだからね。これでいいのかもしれないな。よしよし OK。
はい、というわけで、なんとかだよね。かっこ悪いな。なんとかエンジン形になりました。これ大丈夫だね。配線です。配線が全くない。配線が全くない。配線図。これを見ながら作っていかなければいけません。でね、こう、いろいろね、大変だったんですよ。なかなか見ただけでわかんなくてさ。うん。で、とりあえずこれから今日はエンジンをかけるための配線ということでね、作っていきたいと思います。はい。まずはここだな。コンタクトスプレーを吹こう。ね。で、ここにはこの機械。イグナイターですね。まあ、発電系の機械ですね。これがつきます。こうかな。で、よいしょ。よいしょ。よいしょ。この白い方の配線。これ白い方の配線が多分、キルスイッチなんだ。うん。で、まあ今回とりあえず、緊急キルスイッチみたいな、アナログキルスイッチみたいなのをちょっと作っとこうと思います。よいしょっと。これのここに刺しといて、こっちか。で、ここをアースすればエンジンが止まるっていうつもり。ただここにね、この配線がついてるんだよね。だからここをアースすれば止まるのか、ここをアースすれば動くのか。ちょっとわかんない。でもなんとなく調べた感じ、ここをアースすると止まるっていう感じじゃないかなと思ってます。これ見ても、ここだわ。こっちね。これ。グラウンドトゥーキルリードホワイトって書いてあります。これがプラグコード2本と、この白いのね。で、この赤いのがバッテリーだよね。でこれがさ、こう緑がわからん。でも多分このオプショナリーオイルセントリースイッチっていうものだと思うんだよね。これがグラウンドトゥーキルにここで接続されているから、そうなんじゃないのかなと思ってます。さあ、これバッテリープラスとか調べてね、書いといたんだよ。これね。ここもさ、ここのネジもちょっと特殊なんだね。参ったな。できました。電気配線。なんかエイリアンみたい。ギャーギャーギャーとりあえず、簡単にこう配線をつなぐためのものを作ります。で、黒い方も作ります。はい、黒白の配線できました。次、まあ普通の5000円ぐらいのバッテリーです。軽自動車用の。このリレーからバッテリーに行く配線がないのね。なので、この太いケーブルで作ります。これ使いましょう。バッチリ。一通り配線ができたので組んでいきたいと思います。まずスターターだね。スターターをここで、これね、ネジがない。
ちょっとスターターを買い替えないとダメかもしれない。これね。で、こっちがバッテリーね。なんかいい方法ないかな。電気もこれじゃさ、ちょっとしっかり回らないよね。接点がさ、緩いからさ、なんかいい方法ないかな。バッテリーのこのプラス線だよね。この with B こうつなぎます。配線図見ながらこれでいいね。で C これだ。この C とこのプラス掃除するか。あ、これコンタクトスプレーです。ね、これだね。あ、これもここだった。よし。じゃあ次マイナスつけていく。これで電気が通る。と、ここマイナス。こっちか。ね。うわ、折れそうだな。マイナスの、ここね。ここと、ここでいいか。よしと。これで OK。これで配線はつながった。なんかバチとか言ってないからかかる気がしないね。回してみようか。よし、ちょっと。抵抗。さあ、回るか。行くぜ。あら回りませんね。ダメですね。カチッとも言ってないもんね。リレーダメかもしんないな。ちょっと諦めて従来の方法でセルを回してみようか。回ったね。だから電気は来てるしエンジンも回るんだ。なんだけどちょっとリレー怪しいし、ここのネジ合うのないのでリレーちょっと買ってみようと思います。よし、これでちょっとプラグコードに火が飛ぶのかをね、ちょっとやってみたいんだな。火花飛んでねえ。火花飛んでない。火花飛んでないよ。圧縮はあって風はビュービュー出てくるけど、火花飛んでないな。どれだ？原因はどれだ？これをちょっと抜いてみよう。これ悪さしてるかもしれないからね。火花出ない。謎めきますね。最初に点火実験だけしとけばよかったな。
いしょ。さあ困ったぞ。さあ困ったぞ。これか。これか。ねえ、電気系統を司ってるのってこれか、これなんだよね。これかこれの2つしかないんだ。ちょっと今回全然うまくいきませんでしたけど、まあうまくいかないのは前提なので、うまくいかない箇所2つ分かりました。これね、リレーね、これはちょっと買い替えないと合うネジもないし、ちょっと謎なので、ちょっと良さそうなものを、大した値段じゃないはずで、これは何でもいいので、これちょっとリレー買おうと思います。それからここだね、これだね、これのテスト。でね、点火系のちょっと部品の届くのを待ってる感じですので、またね、シャーシの方やっていきたいと思います。ね、こう水が溜まるんだね。雪が積もってたりとかしたり、雨降ったりとかしてるんで、だんだんねまた水が溜まってきたんで、そろそろ水を抜かないと。でタイヤついたからこうガッと水を抜ければいいんだけど、見てわかる？凍ってんだよね。凍ってると抜けない。で今回ね修理していくのはこの前進と後進のレバー。だんだんね構造も分かってきて、でこれがこのアクセル的なね、戦車みたいな、これを引けばこう両方引けば走るみたいな感じで、片方引けばそっちに曲がるみたいな機構で、これが前進と後進を切り替えるっていう装置だということは分かっています。これを今ここだと中立なのかな。ちょっと押し引きしてみるよ。うわ、凍っててミシミシ言ってる。動かした時に回らないよね。今車両を動かしましたが、ここ回らないよね。だから中立なんですね。でこれをグッと引っ張るとギアが入ります。グッとね押した時にこういう風にね回るんだよね。氷が挟まっちゃってて回らない。凍ってっからさまた水抜きしないとダメだね。日によっては一日中溶けないこととかもあるからね。白鳥がうるせえな。よし、ちょっと水抜こう。はい、まだ氷が残ってますが、これ溶けないので、また溶けた頃にまたやりましょう。よいしょっと、おろそう。こういう風に回るんだよね。これでこう直結になる。ここつながるっていうことがわかると思うんですが、前進後進するはずなの。で、こっちが前進なのか後進なのかわかんないんだけど、このレバーって、ここで中立でしょ。もっと前に来るんじゃないかな。グッとね。ここのこれこっちに行くでしょ。こっちにも来るような気がするんだよ。こっちにね。じゃないと前進後進できないもんね。グッと行くんだから、ここ前に倒せば、ここがさこっちに来ると思うんだ。グッとね。ここ曲がってんだよね。なのでちょっと今日はここを直して前進にもね入るようにしていきたいと思います。この割りピンだね。割りピン抜けるかな。
この調整だね。ここが何センチか覚えておいた方がいいな。でね、新兵器投入しましたよ。この、インチもいけるノギス。はい。インチもいけるノギスで。はい。普通のあれの方がいいんだけど。1.5752 インチですね。ミリだと。38.3。抜けた。あ、バッグに入れたら取れるかも。バッグなのかな。これで。あっ、取れた。なるほど。取れた。実にこっちだね。この甘い割りピンの仕方はなんだよ。よし、取れた。よしと。順番みんな覚えといて。これ抜いて、あ、落ちちゃった。これとこれで挟んである感じだね。でこの部品でをまっすぐにすれば前後できるはず。めっちゃ手作り感がある部品だね。はい、じゃあね、今日はプレスキーを使っていきます。これはうちのやつでもできそうだな。多分ここをグッと押してやればある程度まっすぐになるのではないかな。よいしょ。折れるなよ。ゆっくり。でさ、こう元に戻すと元に戻るんだよ、少し。ほら。うん、ちょっとあっちと仮を合わせ、少しまっすぐになったよね。もうちょいでいいな。もうちょい。部品のね、入手ができないから。壊さないよ。よし、少し置いとくか。お、だいぶいいんじゃないかな。ね。良さそう。ついでに、ここら辺を少しきれいにしておきましょう。これチェーンのオイルが飛び散るんだよね。ある程度はしょうがないんだな。で、また多分すぐ汚れるわ。チェーンにオイルをかけている以上。あ、ここも曲がってんだな。ここ直したいな、ちょっと。よいしょ。こんな感じだな。よいしょ。
えいえいえいと、これでいいかな。よいしょ。2本入ったな。よしと。よし、これで OK だろう。これを前へ。あ、入った入った。あ、来た来たほら、来た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 。これが中立だね。で、前進。ちょっと渋いけどバック。まあいいか。とりあえず、調整ってここ調整じゃないもんね。ネジじゃないもんね。ただのダブルナットなんだよね。ちょっとまだ渋いんですが、それを動き始めてからまた調整していけばいいかなと思います。ね、全身にここのこう補修したことで全身ができるように、全身っていうのかな、後進、どっちがどっちなのか分かんないんだけど、とりあえず前後に動けるようになりました。これはね、大きな進化だったと思います。はい、ちょっと簡単な作業でしたけども、また次の作業をやっていきたいと思います。皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。